本当に来てくれたメンバーね、2018年入社のメンバーと2019年入社のメンバー、本当に1年間2年間お疲れ様でした。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日は私がメルカリに入ってもうすぐ2年経つので、メルカリで働いて2年で今思うことということで、これまでの2年間を振り返ってみたいなと思います。で、今日のね、動画、インドに全然関係ないんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、実はメルカリ2018年に IIT の新卒のエンジニアをですね、インドから30人採用して、その時に私も一緒に入社した経緯があります。今のね、企業が、インド人のエンジニア、ソフトウェアエンジニアをこれだけたくさん採用した経緯とか、実際に採用して一緒に働いてみて、感じたこととか、そういったことを自分の意見をね、シェアしてみたいなと思います。まずは、この動画を見てる同じ会社の特に新卒でね、日本に来たメンバーに対して、本当に、まずは2年間お疲れ様と言いたいです。2018年に入社したメンバーだけではなくて、2019年に入社したメンバーももう少しで1年ということで、本当にお疲れ様でした。まだまだこれからですけどね。はい。まずは1年間、2年間お疲れ様でしたと。いろいろあるんですけど、まず簡単に言うと、2018年にメルカリがですね、インドの IIT を含むいろいろな国の新卒エンジニアを40人ぐらい採用しました。これはですね、大きなニュースになって、おそらくいろんな方がニュースで見てるとは思うんですけれども、2018年の10月に入社したメンバーっていうのは大体100人ぐらいいたんですけど、そのうちの半分ぐらいが新卒で外国籍のメンバーだったと。で、そのメンバーは基本的には日本語を話せないメンバーなんですよね。それが当時大きなニュースになりました。私自身はですね、実はこのメルカリが、新卒のメンバー、海外のメンバー、特に IIT の採用をやってるっていうのをもう2017年ぐらいからニュースで知ってました。インドに住んでた日本人の中で、メルカリが IIT のエンジニアを採用する、ために、いろいろこう、採用活動を行ってるっていうのはすごく画期的なことだったんですよね。ただ正直言うと、現地の方では、メルカリ、インドのこと何も知らないでインド人エンジニアを採用するだなんて、ブブブみたいな感じだったんですよ。インドに住んでいる日本の人っていうのは実際にこうインドのメンバーと働いたりして、カルチャーギャップとかね、その仕事に対する考え方の違いとか、いろいろぶつかってるメンバーも多いので、そういったところ大丈夫なのかみたいな意見とかもあったわけですよね。で、たまたま私が2018年に帰国して、会社の方とお会いする機会があって、私自身がインドに住んでいた経験もあってですね、御社のインド人エンジニアの採用とか海外エンジニアの採用っていうのはすごく話題になってましたよみたいな話をしたんですよね。当時正直インドから帰ってきた身としてはなんかそんな無茶なことよくやる会社だなって思ってたんですよね。っていうのを正直に伝えちゃったんですよ。なんかよくそんな無茶なことしますよねみたいな感じで。だっていきなり何十人も日本語を喋れないメンバーが、しかも新卒の子がね、海外からやってきて、一体誰がその彼らのことを理解してあげられるんだろうみたいな。というのも自分たちが実際に海外に行ってその国で働くっていうことが、その就業文化が違ったりとか、そもそも生活スタイルが違ったりとか、周りに家族や友達もいない状況でやるっていうのがもうめちゃくちゃ大変だったと。なんかそれを身をもった経験してるからこそ、それを今度逆バージョンでやるわけですよね。しかもこれだけ多数の人数をいきなり同時採用するっていうので、なんか崩壊しないみたいな感じの、なんかさ、そんな感じのことを、海外にいたメンバーとして思うわけですよね。みたいなことをこう伝えちゃったわけなんですよ。いやー、なかなかチャレンジングですね、みたいな感じでね。そしたら私がね、インドで働いていた時の経験だったりとか、実際に働いて思ってることとか、そういった知見がもしかしたら活かせるかもしれないな、みたいなことを、そのいろいろ話してる中で見つかって、で、私自身はそもそもすごく大変そうな採用だなと思ってたので、そこに自分がもし入ったらどうなっちゃうんだろうみたいなことは思ったんですけれども、それでもやっぱりその
いわゆるそういった海外のメンバーを採用するとか、言語が違うメンバーと一緒に働くことに挑戦するこのメルカリの姿勢っていうのは、やはり誰かがやらないといつまでも実現できないですよね。グローバル化って言ってる企業いっぱいあると思うんですけど、それに向けて実際にそうやって人材を採用できてる会社っていうのはやっぱりまだまだ少ないと思うんですよね。で、実際にそれをやったらすごく大変だということもみんなもうなんとなくイメージがつくから、やっぱ一歩踏み出せないところがあるじゃないですか。ただそれをすごい無謀だなって分かりながらも、でも一歩挑戦するっていうその姿勢にすごい会社だなと思って、日本の人よりは少しインドのことを知っていて、実際インドに住んでてインドで働いた経験がもし活かせるんだったら、私も何かお手伝いできたらいいなって、そんな気持ちで2年前入ったわけなんですよ。ちょっとこれまでの経過長かったんですけどね。10月1日の当日にいろんな海外のメンバーね、しかも新卒ですよ、22、3歳のもう若いみんななんか国籍がなんか外国から来た子っていう以上に、なんかもうなんていうのかな、後輩というか学生さんだなっていう感じがあって、みんなすごくウキウキしてましたで、なんか最初は私自身もなんか恐れみたいなものも少しあったんですけど、なんかすごい頭のいい子たちなのかなみたいな、相手にされなかったらどうしようみたいな。でもみんなすごい素直で、初めてね会社で働くとか、初めて来た異国の国みたいなところで、なんかみんなもすごく頑張って成果出そうとか、こう一緒にね頑張っていこうみたいなのがすごく伝わったので、いいスタートが切れたかなと思います。で、実際にこの2年間を振り返ってみると、外から見るとね、採用して素晴らしいなとか、さすがですねっていう風に声をかけてもらうことたくさんあると思うんですけれども、もちろんそういうことばかりだけではなくって、大変だったこととかもあると思うんですなんかあるんですよ実際はなんだけれども、やっぱり私としては1社目をメルカリとして選んでくれたみんなにすごく感謝したいし、本当に日本に来てくれてありがとうと思ってます。私自身もそうやっていろんなメンバーが働く組織に、これだけね注目される企業で働いた経験っていうのはすごくやっぱり価値が高いものだなと思いますし、自分も理想はもちろんこういう風にやりたいと思いながらも、なかなかうまくいかないところいっぱいあると思うんです。ただやっぱりそれを同じ目標に向かってやってるメンバーがこうやって集まってる会社っていうのはやっぱりすごく尊いものだなと思いますし、まだまだなんですけれども、今後も同じ方向性っていうのはぶらさずにいけるといいなと思ったりもしてます。でね、ぜひ私たちの会社はまだまだなんですけれども、そういった、例えば海外のエンジニアの採用とか、そういったグローバルな企業作りじゃないけど、そういったものにもっと積極的になる企業が、今後もね増えてってくれたらすごく私としても嬉しいですし、自分はなんかそういった方向を目指す企業の一員でいたいなと思っています。今日の動画何の動画だったかよくわかんないんですけど、まずはでも本当に来てくれたメンバーね、2年間、2018年入社のメンバーと2019年入社のメンバー、本当に1年間2年間お疲れ様でした。まだまだこれから一緒にね働いていくと思うので、何かあったらいつでも私たちに聞いてください。私はもういつでもねみんなの味方ですし、何かあったら必ずみんなの役に立てるように頑張りたいと思います。ということで今日はメルカリに入ってもうすぐ2年ということで、一緒にね入社してくれたメンバーに向けて動画を撮りました。ということでコロナ落ち着いたらね、またみんなでご飯食べに行きましょう。今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録をお願いします。